こんにちは。モンテッソーリ子育てチャンネルの神成美希です。私は以前、新宿区フロンティアキッズで保育士、園長として勤務した経験があり、現在は2人の男の子を育てながら子育てアドバイザーとして育児相談やセミナー講師などを行っております。また、モンテッソーリ流自分でできる子の育て方、才能がぐんぐん伸びる男の子の育て方、ちゃんと自分で考えられる男の子の育て方、計3冊の本を出版させていただいております。こちらのチャンネルでは家庭でできるモンテッソーリ教育やモンテッソーリ流子育てアドバイスなど情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。私、神成美希のモンテッソーリ子育てチャンネルではこちらの本のポイントを20回シリーズでお送りする予定です。子育てをもっと楽しく充実したものになるヒントがたくさん入っていますので、お楽しみにしてください。もちろん書店やネット通販でも手に取っていただけると嬉しいです。下にリンクが貼っていますので、ぜひ見てみてください。本日は記念すべき第1回目となります。では今日はモンテッソーリ教育とは、モンテッソーリ流の子育てとはについてお話ししていきます。映画好きの方はご存知かと思いますが、こちら昨年春にモンテッソーリ子どもの家というフランス映画が日本にも到来しました。フランス最古の学校に通う子どもたちのドキュメンタリー映画で、世界にモンテッソーリが注目された一コマにもなりました。ではモンテッソーリ教育って何ですよね。モンテッソーリ教育という名前を初めてお聞きになる方もいらっしゃるかと思います。もしくは藤井聡太さんがモンテッソーリ教育実施園を卒園され、1000個ものハートバッグをお作りになったことは有名なエピソードです。こちらです。ハートバッグの写真です。一体そのモンテッソーリ教育って何と思われたかもしれません。さらに世界の著名人がモンテッソーリ教育を受けていることを聞いたことがあるという方もいらっしゃるでしょう。 Google や Amazon、Facebook の創業者の方々もそうです。またこちらに掲げるような方々もモンテッソーリ教育で育った方々です。このような方々はイノベーションを生んだ、芸術をもたらした、世界を揺るがした影響力のある方々であることは間違いありません。さて、ではそこにどんな因果関係があるのでしょうか。この動画ではその謎解きを明かし、モンテッソーリ教育とはどのようなものなのか、子育てにどう役立てるのか、たくさんの情報を配信させていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。まずはモンテッソーリ教育についてお話しします。モンテッソーリ教育はマリア・モンテッソーリが考案した教育法です。マリア・モンテッソーリは1870年にイタリアで生まれ、後に女性初のローマ大学医学部に入学し、医学者、科学者の目で子どもを観察し、その教育法を確立しました。マリア・モンテッソーリは、すべての子どもは自らを伸ばす力、これを自己教育力と呼んでいますが、それを持っていると言っています。それは大人が子どもに教え込むのではなく、子ども自ら今伸ばしたい能力を知っていて、その能力を伸ばすために大人から見るとなんでと思うような行動をとったり、同じことを何度も繰り返しするという考えが前提になっています。子どもは何度も失敗し、試行錯誤を繰り返しながらできることを増やしていきます。大人は子どもの能力を信じ、見守っていくことが子どもに対する最大の敬意になります。モンテッソーリはそのような教育をしています。ですから子どもの内なる力を信じ、大人は環境を整え見守る教育であり、主体は子ども、大人はサポート役に徹するということがモンテッソーリ教育で、日本の教育とは大きな違いであるということです。では私が本でも紹介しているモンテッソーリ流子育てとはどのようなものかご紹介します。モンテッソーリ教育と聞くとなんだか堅苦しくて、またどこかの幼児教室や
幼稚園、保育園に通わないとできないと思っているお家の方のために、あえてお家でできるモンテッソーリ教育をもっと身近なものに感じてほしいという願いから、モンテッソーリ教育のメソッドを織り交ぜ、お家でも実践できるように分かりやすく、モンテッソーリ流という名前を付けました。モンテッソーリ流子育ては大きく3つのことに注目しています。1番です。知る。知るとは、お子さんがどのようなことに興味関心を持っているか大人が知るということです。例えば、トミカを何台も並べている、ティッシュを何枚も取り出している、文字に興味があるなどなど、お子さんのどんな些細な小さなことでも興味関心があることを知ることは大切です。2番、見守るです。大人は子供を見守るのが一番苦手かもしれません。例えば、公園で大きな石の上から何度もジャンプしていたとしましょう。すると多くのお家の方は、危ないからやめようねと禁止します。しかし、子供にとっては高い場所からジャンプすることが楽しくてしょうがないのです。そんな時こそ見守るです。しかし、石の下に誰かいたらお友達がぶつかるからやめてと声をかけるのがお家の方。でも、ここでモンテッソーリ流に置き換えるならば、下にお友達がいるよ、今ジャンプするとどうなるかなと、子供が自分で答えを導き出せるように声かけをします。おそらくそのお子さんはジャンプをやめるか、石の上で下の子が去るのを待つのではないかと思います。誰かに言われてやめるのではなく、自分で決められるような声かけをするのも見守るからできることです。3番、時々助けるです。環境を整え、必要な時にだけ助ける。朝の忙しい時間に靴下をどうしても一人で履きたがる2歳のお子さんがいたとしましょう。そんな時はできるだけ見守りますが、時間がないとなればお家の方は何も言わずに全部履かせてしまうことも多いでしょう。多分そうすると、やりたかったと大泣きして大変になるような気がします。では、ここで言う時々助けるを使うとどうなるでしょう。まず、お子さんに手伝っていいと聞きます。お子さんからうんという答えが返ってくれば、半分手伝ってあげて、あとは自分でするという方法をとります。お子さんにとっては手伝ってもらったものの、自分でできたが残っているので満足できるというわけです。今日はモンテッソーリ流とは、モンテッソーリ流子育てについてお伝えしました。まとめると、ポイントは1、知る、2、見守る、3、時々助けるとなります。ぜひ皆さんもモンテッソーリ流の子育てを実践していただければと思います。第1回どうでしたか？次回はモンテッソーリ教育理念でも最も大切といえる林間期についてお話しします。イヤイヤ期真っ只中のお母様、お父様、イヤイヤの秘密がわかると世界が変わります。どうぞご期待ください。動画が少しでも参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも読ませていただきますので、質問などありましたらどしどしお寄せください。それでは次回の動画もお楽しみにしてください。ありがとうございました。